ジャズで生活の彩りを。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーケです。ということで今日はニューヨークで確信を得たスイングの極意やっていきましょう。ポイントが分かれば日本人でも全然スイングします。ということでスイング第2弾ということで、前回やったリズム、アメリカ人と日本人の感じ方の違いっていうところをしっかり土台固めていただいた上で、今日のこのスイングの極意やっていきましょう。で、前回の動画まだ見とらんよって方見えましたら、ぜひぜひ見ていただければ今日の動画より深く理解することでしょう。だけども見とらん方、見て見えた方、一緒にとりあえず復習やっていきましょう。それをやりながらこの土台をちょっとずつアップグレードして今日のスイングのところやっていきます。で、最初にまず日本人が感じているリズムとアメリカ人が感じているリズムの違いについて説明していきます。で、ワン、ツー、スリー、フォー。これ日本人のリズムの取り方だと思います。で、アメリカ人のカウントの仕方4つ叩くとしても、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーとなってます。で、何が違うかっていうと、日本人の場合、ワン、ツー、スリー、フォーを数えるときにそこの1、2、3、4のとこしか注目してないので、そこにリズムを合わせればいいという考え。よーみたいなここにリズムを合わせましょう。でもここの中で日本人の独特のこのグルーブっていうのはあるんですけども、それはそれとして、でそれに対してアメリカ人のリズムっていうのは、まずですね、簡単に言うと1泊3泊グループと2泊4泊グループっていうのがあるんですね。なんだそれはと思う方見えると思うんですけども、簡単に言うとですね、足踏みするじゃないですか。その時に1泊3泊が地面についた時で、2泊4泊が、足が上がった時という考え方をしております。なのでワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーという感じで、これが元となっているよっていうところですね。で、これを8にするとワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーっていうところになりますっていうお話でしたね。で、2泊4泊っていうのはみんな歩くのバラバラじゃないですか。ジャズとかでカウントするときは2、3、4、ワン、ツー、スリー、フォーってあるじゃないですか。2泊4泊ここですよっていう合図ですね。で、これを体験しましょうっていうのが前回やったエクササイズ。これ足としてね、僕見えないからね。ワン、ツー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーってやって、ワン、ツー、スリー、フォー、チクタ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 。なので、まずこうやって、いろんなところで感じましょうっていうところをやります。ここのところではまだスイングうんぬんっていうのはまだやってません。日本人が持っているリズムから、このアメリカ人の持っているリズムの感じ方っていうところを体験するだけです。なので今移行期です。で、日本人の場合ここで123ってカウントするときにここのリズムに合わせにいくよね。で、アメリカ人の場合は123の間にですね、123というような感じでこの波を打ってるわけですね。123じゃなくてワン、ツー、スリー、フォーっていう感じでこう波を打ってる。で、ここの深さがグルーブだったりするんですけども、前回やったものにちょっとここをアップデートとして付け加えます。なので最初に手拍子やった時に僕が意識したポイントはここなんです。なのでワン、ツー、スリー、フォーじゃなくてワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じでこの深さをやると。まずここまでどえらい難しいと思います。なのでゆっくり慣れていってください。最初は不自然でいいので、やってるうちに日本人慣れてないだけなので、少しずつ慣れて自然にできるようになります。あ、そうだ、じゃあこっから2泊4泊にみんなが言うアクセントつけるんだって、アイデア出てきた人やめてくださいね。2泊4泊アクセント全く関係ないですから。もし考えるならアクセントじゃなくて2泊4泊はここですよっていう合図っていうただの考え方にしといてくださいっていうところなので、今ねはっきり言えば2泊4泊とりあえず忘れてください。アクセントとかそういうところじゃなくてただ忘れてください。なので巷で言われてる2泊4泊アクセント、レイドバックするとかね、そこじゃないんです。スイングのポイント実は跳ねないとかそういうことも言われますけども、スイングもともとそういうところじゃないです。はっきり言ってそれ全部、捨ててください。スイングのポイントはそこにはありません。ということで土台地固めいっぱいしましたので、ここからスイングのポイントやりましょう。
はい、ということでスイングについてやっていきましょう。前回やったこれね、やりましたね。譜面8分音符イコールこれ3連符だよっていうところだね。で3連符作ったって書いてあるのを最初四分にしてタタ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 となりますね。で答えとしてはアップビートにアクセントっていうところで、だけどアクセントっていうとやっぱりね、日本人として感覚強くこうやって置きに行っちゃうので、アクセントっていうものをとりあえずね認識を変えないといけないんですな。じゃあどうすりゃいいんだと、思ってみえると思いますが、なので僕がねロン・マックルーアーさんからね、伝説のベーシストですね、もうウエス・モンゴメリーってやったりウィントン・ケリーってやったりね、セロニアス・モンクと一緒にやったり、もう伝説のベーシストですよ。その方が、言うにはもうただワンあっていうね、ここにアクセントこうじゃない、ワンツースリーフォーおっていうところね、ワンツースリーフォーおっていう感覚なので、ここにマリオがジャンプしてこの上のブロックを当てるという感じですね。最初は不自然なのは仕方がない。なので今日はもうそういうもんなんだっていうところをね意識しながら、普段の生活でね別にギター弾かない時でも意識できるのでやっていくっていうのがすごい大事です。では最初 F7 4つ刻みでやっていきましょう。ワンツースリーフォーをっていうところね、実はね音が出てないここのこれが意外と重要だったりします。で今のこれなくそうか、ミュートのね、ワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォーね、ちょっと入っちゃってる。体でまず感じる。ワンツースリーフォーっていうところ、ワンツースリーフォーこっちで演奏を見に行ったりするとね、やっぱりリズム乗るときワンツースリーフォーってやっぱり跳ねるじゃなくて、ここにアクセントがあるよね。アップビートのところ自然にやってるんだよ彼らは。なので最初に言ったこのね足踏みの理論からワンツースリーフォーワンツースリーフォーね、ワンツースリーフォーってなってる。なのでリズムの間にこのグルーブっていうこういう波がある。ワンツーね、日本人だとそれやワンツースリーフォーってポイントを置きにいっちゃう。やっぱマリオのジャンプが一番いいのかな。ワンでリズムもダって言って一拍踏んで、なので2拍4拍強くしろアクセント OK っていうのではない。ワンツースリーフォーワンツーねじゃなくて、一拍下にやって上がる。ダダ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 っていうのを彼らがやってるっていうところです。ここまで大変だね。すごい大変だと思います。ではスケールもやっていきましょう。8分どうやってやるんだ、スケールでやっていきましょう。アップビートポイント当てに行くんじゃない。当てに行ったらこう下がっちゃうからね。ワンツースリーフォーワンツースリーフォー。最初は難しいです。もう慣れるしかないです。少しずつこれで分かってやっていくっていうのが大事です。それだけです。なのでここがいかに強いかっていうところが、スイングするかっていうところ、ウィントン・ケリーとかそうだもんね。ファンクジャズってすごい難しいんです。リズム的に言うと今の土台が自然にできてあえてやるっていうところなんで、これをね204拍さっきやった通りに我々がやると止まってしまうのですごい難しいんです。これが自然にスイングができたところで2拍を4拍ゴンって強くするっていうところですね。この情報をですねニューヨークに来て僕自身がねスイングについて確信を得たものなので、これをねちゃんと発信していきたいと思います。元としましてはいろんな方とね共演して、そこでお話ししたりして、いろいろ教えてもらったりしてっていうところですね。日本人だと三上邦さん、彼はですねいろんな有名なビッグバンドでやったりしてすごい、経験のある方です。ライオネル・ハンプトンとかデューク・エリントンのビッグバンドとかでやったりしてすごい活躍されている方です。あとはロン・マックルーアーさんね、ベースのすごい有名なもうレジェンドの方ですね。すごい名だたる方とやってる方です。これも幸いなことにラッキーなことにですね遊んでいただいたり一緒にね演奏していただいたりしているところなんですね。すごいラッキーですね。あとバリー・ハリスさんだとかね、いろんなところ行きまして見て学んで経験して話してというところでやりました。あとはパスカル・グラッソさんにレッスン受けたりというところで僕が確信を得たところにあります。僕もねずっと日本でやってた時にスイングをちゃんと定義づけてやってる人って聞いたことがない。で聞いてもこういう感じだよ、なんか違うね、もうちょっととかね曖昧なんですね。
で巷にあふれる2泊4泊論とかいろんな、ね、ものがあふれてますが、ニューヨークに来てここはねもう確信を得ましたので、これをねぜひ皆さんに伝えておきたいと思います。僕のこのチャンネルを見て今までにないアイデアとかだと批判したりする方もいると思います。偽物だとかね。それはそれで別に僕は関係なくて、僕はちゃんとねもうレジェンドから受け継いだものがありますので、こっちを大事にしますので、もしこれを信じてくれる方、賛同する方ねいてくださったら、それで僕は十分だと思います。これに関して批判してくださる方、ぜひぜひねコメント欄埋めていただければと思います。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただければ大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたらですね、コメント欄にスプラトゥーン3とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで、子供がですねスプラトゥーン2の時点でね負けてすぐ怒ってしまうので、スプラトゥーン3は買っていない私レイ大輝なんですけども、Facebook や Twitter、Instagram などで、ね、どえらい低頻度でやっておりますので、そちらの方ね、フォローしていただきつつ、皆さんはよなんか書きやと、コメントで私レイ大輝をちょっといじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様いつも温かい応援ありがとうございます。で、最後にですねスーパーチャットなどをしていただくとですね、私レイ大輝のテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。2回目になりますが、2025年もぜひともこのレイ大輝のチャンネルをよろしくお願いいたします。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。